はじめまして、電吉クラブと申します。Nゲージ鉄道模型を始めて45年になる模型鉄です。45年もやっていると、各メーカーの黎明期からのいろいろなモデルを見てきています。またこの間に収集した車両の数はきっと大量なんだと思います。お父さんは同じようなのをいくつ集めたら気が済むのとかみさんによく言われますが、似て非なるものを並べてその違いに心が躍るのが模型鉄です。例えば113系と115系の塗り分けの違いです。これだけって言われますが、この違いの裏に使用線区が異なるいろいろな装備の違いがあることをかみさんに話してしまう自分がいます。はいはい、ところでお父さん、晩ご飯は何にするのなんて僕の説明などちっとも聞いてやしないのです。このチャンネルはそんな電吉クラブが今まで集めてきた車両たちを紹介しながら、彼らが走ってきた線区の思い出や現役時代の逸話など楽しいエピソードを交えながらお話ししようという企画です。皆様に興味を持っていただけるなら、私の部屋に並んだ模型たちの一つ一つにスポットを当てて、各車両10から20分程度にまとめてお話をしたいと思います。1回目の今回は我が家のコレクションの保管状態から見ていただきます。それなりに工夫している点についてお話ししましょう。加藤ばかりじゃないかとお思いの方、確かに加藤製が圧倒的に多いのは事実ですが、実はこれ箱だけ加藤で中身は違う子たちもたくさんいます。うちの場合、買ってきた車両たちをいきなりコレクション棚には入れません。コレクションに加えるまでにはそれなりの手順がありますので、まずはそのあたりから説明しましょう。まずは買ってきた模型をわざわざ加藤の箱に移し替えるところから始まります。これはトミックスやマイクロエースなどに代表されるプラ製の箱の操作が非常にやりにくかったからです。最近では改善されて開け閉めは楽になりましたが、経年劣化によるプラ箱の破損が後を絶ちません。皆さんもプラ箱の蓋がバキッって根元から割れた経験がありませんか？我が家ではすでに10個以上の箱が破損しています。そこで加藤製ブックケースの登場です。加藤の箱には30年以上使い続けているものもありますが、可動部から切れたりもげたりしているものが1個もありません。ただの変哲のないビニール製に見えるのですが、あの素材ただものじゃないと思っています。それに同じメーカーの箱が並ぶとそれだけでかっこいいですし、うちの場合箱の背中に収納している車両たちの顔写真を貼ること、客車、電車、他車、機関車などに置き場を分けることで探す時間の短縮も図っています。箱の中身もご覧ください。丈夫で長持ちする加藤の箱だから、中の仕切りを工夫することで基本セットと増結セット2セット分を1箱にまとめて収納することができます。電車、気動車、客車では最大12両編成を収納できるので、多くの編成を1箱にまとめることができるのです。つ
つまり1箱1編成、それを基本にして保管していますので、運転会に持ち歩く際にとても便利というわけです。こうして節約できた加藤のケースは他のメーカーの車両たちの箱に転用されます。機関車などは電車気動車とは収納方法を変えています。どの機関車たちもみんなしっかりと重たいので、さすがに紙の仕切りだけでは彼らの重みを受け止められません。そこで電気、ディーゼル機については類似する機関車ごとに収納箱をまず分けた上で、箱の内部の仕切りにスチレンボードを使っています。仕切りのスチレンボードと機関車の形状に切り抜いたスチレンボードのスペーサーを使って彼らが互いにぶつからないように収納しています。ただ運転会の時に重たい機関車の箱を何箱も持っていかなければならないのは普通ですよね。僕はそのために機関車運搬用の空箱を3つほど用意してあって、運転に必要な機関車をスペーサーごと詰め替えるようにしています。例えば今日は北斗星を運転するなんて日には EF81 の星釜 ED79 0051×2 だけを機関車運搬箱に移し替えて連れていく。そうすると軽くて済むわけです。蒸気機関車でも同じように保管用の箱と運搬用の箱を分けていますが、一点異なる点は箱の中を仕切らずに機関車が入っていた車両ケースのまま保管している点になります。今日は初回などで模型歴の長い親父の車両収納法についてお話ししました。収納する車両の数が多くなると少しでも収納スペースを節約して場所を確保することも大切ですし、探している車両がすぐに見つかることはとても大事なことなのです。次回からはそんな電吉クラブが集めてきた車両たちを紹介したいと思います。どの子から紹介しようかな、どんなお話ができるかななどと考えていると、いい年をして知恵熱が出そうな今日この頃です。それでは次回、初めて車両紹介をやってみますのでよろしくお願いいたします。